樹海村で何気ない生活を送る2人。奇妙な日記を手がかりにこの村の隠された真実に迫る。これとはないんだけど、なんかおかしい。歯車がなんか噛み合ってないけど。あ、今日あれやらなきゃならない。門出の儀式。新人が来た。ようこそ樹海村に。このね、おやすみボーイをね、こいつをね、今からね、起こしたいと思います。はい、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 はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、僕も来ました。やすさんも来ました。3日目が始まりますね。昨日は初めて丸1日この村で過ごした。この村の仕組み、自給自足の生活が徐々に明かされる傍らで、車らしき音、前の住人の日記といった何か引っかかる点もいくつかあった。そして今日の目的は昨日吉野さんから聞いたゴミ捨て場に捨てられた日記を探すこと。じゃあ、それからね、もう着替えて、朝食の方にね、向かっちゃいたいと思います。はい、向かってます。着替えます。はい、着替えよう。連続。寝るぞ。もう正直眠いね。正直眠いんだよ。今日もちょっと作業って感じで。はい、今日何するんだろうね。なんか楽しみだね。確かに。お邪魔します。おはようございます。おはようございます。よしよしよし。はい。食べよう。うん。食べよう。おはよう。ありがとうございます。一日の活力は朝食から。はい。はい、いただきます。あれ、吉野さん今日休みですか？吉野さん。もう帰ったんじゃない？社会復帰したんじゃないの？今日ですか？これはまあ飯。ああ、いただきます。いただきます。まあみんなね、ここでまあなんか畑やったりなんなりして過ごして、はい。元気になったらみんなそれぞれ帰っていくから。連絡もなしですか？まあみんないろいろだね。まあ去るものを追わずってことだよね。長老さんたちのところにも来てないですか？吉野さん。まあ、だから寂しいですね。元気になって帰ってくればいいんだよな。どうぞ。大広間に吉野さんの姿はなく、食卓にも吉野さんの分の朝食は用意されていなかった。事情を聞こうとするが、あやふやな回答に加えて、去る者追わずの一点張りで会話を終わらせるおばさん。長老とおばさんにとって何も言わずにこの村を出ていく若者は珍しくないらしい。こうして何人もの若者を送り出してきたのだろう。あんなに昨日話したのに何も言わずに出ていくのかと少し違和感を覚えた。釈然としないまま、これがこの村の常識だと飲み込んだ。ちょっとなんかそうですか？今日って。あ、今日あれやらなきゃならない。門出の儀式。ああ。3人でそれぞれ竹を持ち、三角形になり焚き火を囲う。一体どのような儀式が始まるのだろうか。風に感謝。風に感謝。水に感謝。水に感謝。大地に感謝。大地に感謝。そして太陽に感謝。太陽に感謝。吉野君の門出を祝って頑張れ吉野。頑張れ吉野。よし、おめでとう吉野。頑張れ頑張れ。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 
頑張れ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 吉野頑張れ頑張れよしいな。頑張れ頑張れお前は大丈夫だ頑張れ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 よし頑張れ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 よしよしこれで儀式はおしまいだ。社会復帰した門出を祝う儀式。その様子は傍から見たら不気味そのもの。しかし長老とおばさんは満面な笑みで、そこに一切の邪念を感じない。そんな異様の儀式を目の当たりにした二人は少しその場で立ち尽くしてしまった。医者さん、はい、すごかったですね。あ、待ちますよ。大丈夫ですか。はい、いや。どうした？僕ですか。はい。安田の感想聞きたいですよ。僕は。いや、でもなんかああいうのがあってやっぱ吉野さんは構成できるのかなっていうなんか。ああ。岩田結構あれか、外から見てたか。中から違うんだよあれも。なんかお互いの目が合うんだけどさ。じゃあね、やばいのよ。おかしいぐらい笑顔なんだよ。俺もう笑っちゃったもん。そして昼食を終え、これから午後の作業に取り掛かる。作業内容はまだ伝えられていない。いた、ちょうどいいとこに。さ、はい、ちょっとあそこの吉野さんの部屋掃除してほしいんだよね。そう。じゃこれゴミ集めたらあっちにゴミ捨て場があるから。わかりました。掃除してます。吉野さんが前の住人の部屋を掃除したように、次は西尾と岩田が吉野さんの使っていた部屋を掃除することに。新しい人が来ては構成した人が巣立っていく。こうしてこの村は回っているようだ。あんまゴミって感じしないよね。何形がいいんだろう。布団は多分畳んだ状態かな。ちょっと待って、靴下俺置いてってんじゃん。スウェット置いてっちゃってんじゃん。でも結構よくそんな置いてくるね。こうやってこうやっただけですね。書いちゃうかな俺も。書くな。The total number of people infected with the virus now stands at 78,064. できました。はい、西尾さんのサインですね、これが。はい、これが僕の正式なサインですね。はい。かわいいね。まあちょっと儀式も怖かったよな。なんか確かに怖かったというかなんか、まあすごいこう喜んでるわけじゃん。まあめちゃくちゃね。喜びの舞みたいな。笑顔だったね。それってなんかちょっとやっぱ違和感を感じたよね。まあ嬉しかったわね。そんなに嬉しいにしても喜び方が変だけどね。てかやっぱ吉野さんさ、本当にさ社会復帰したと俺は正直半信半疑よこれは。どっちかというと消えたって印象よね。昨日もだって話したわけじゃん、ああやって。今日トランプやろうって約束もしてたしさ、まあ、しばらくはまだいるかなみたいなこと言ってたじゃん。まあ言ってたね、確かに。それでさ急にしかも本当明け方にさ、パッと消えてさ、部屋もこういう状態なわけじゃん。まあね、俺らじゃなくてなんか村長さんとかもなんか聞いてないですもんね。確かにね。片付けて出たゴミを捨てるため、ゴミ捨て場へと足を運ぶことに。そこには今日の目的である前の住人の日記がある。探したい気持ちは山々だが、おばさんがいるためゴミを漁るのは禁物。場所の下見程度で済ますことにした。あ、本当だ、ゴミ若干捨てられてる。こんな感じなんだね。どこかな。
まあちょっとしょうがない。お疲れさんお疲れさん。まあ座って飯食おう。はいで、吉野の部屋掃除してくれた？ああ、しました。大丈夫？綺麗になった？はい。まあいいやとにかく食べよう。裏のゴミはどうするんだって？あれか、あれはね、明日ね燃やす。明日燃やすからゴミはそこのあのままでいいや。あ、わかりました。明日燃やす日なんですか？ゴミを。そうだったっけ？そう月1回ねやってんの。だからさ、いつもあそこまとめてくんだ。でまとめて燃やして、また一月待つんだ。ゴミ捨て場のゴミは一月に1回の頻度で焼却処理をしていると話すおばさん。次にゴミを燃やす日は明日らしい。それまでに日記を探さなければならない。明日、燃やしたらしいっすね。そうっすね。ちょっとマジ今日探さないとやばいか。明日燃やすんですね。だからまあその記録してたメモ帳というか日記みたいなやつを探しましょう。そうですね。それでちょっとなんかおかしいなっていう感覚じゃん。まあね。これとはないんだけど、なんかおかしい。歯車が噛み合ってないけどもみたいな。まあなんだかんだ今の生活が成り立ってるっていうのもあるしね。だからちょっともうちょい知りたいなっていう、純粋にこの村について。よし、夜全部夜に全部決まりましょう。ちょっと風呂パパッと入って夜消灯の時間過ぎたら行くか。そうだね。よし、とりあえずじゃあ夜だ。風呂入って夜。はい。ということで、じゃあマジで、マジで初めて見てください。これ外に出ました。やばいっすね。ちょっとマジでこれでゴミ捨てばいいけど、家の後ろだから、バレたらマジでやばいから、ちょっとやばいところはライト隠しながら進みましょう。そうっすね。ちょっと弱いぐらいで。深い暗闇による視界不良に加えて、長老やおばさんに見つかってはいけない緊張感。そんな中、無事日記を探すことはできるのだろうか。これかな。読める？ちょっと目回しくて見えない。こんな感じだ。行こう。まだ動いてく。マジでお前やめろ。何もじゃない。なんで落ち込んでんの？いや、だってまあ嬉しいけどさ、楽しみで仕方ないよ俺は。もうなんか心の中で見つからないでほしかったなって気持ちがあったんだけどね。まあすげえ。何て書いてあるの？樹海村取材って書いてある。やだな。タイトルは樹海村取材。ジャーナリストである前の住人の日記をもとに、彼が体験した村の一部始終をこれから描き進めていく。その日記は
2020年1月20日から始まる。最初のページをめくると、地図にない秘境、樹海村、二度と帰ってこれない、自殺しきれなかった人たちが自給自足の強制をする村。しかし、その村から帰ってきた人はいないと地元民は語る。これらの断片的かつ不明瞭な情報を頼りに、ジャーナリストはこの樹海村に潜入したことがわかる。1月20日、入村初日。彼は気さくなおばさんに出迎えられ、この村で生活することになる。彼の部屋は、現在西尾と岩田が暮らしている部屋だ。夜になると歓迎会が開かれ、長老、おばさん、若者の3人にもてなされる。夕食のメニューは、白米やきんぴら、野菜炒めに煮物、そして酒。変わらず質素なメニュー。彼も同じく、この生活で太るおばさんに対して疑問を抱いていた。救済の村なのか、噂の絶えない怪しい村なのか、真実はまだわからない。1月21日、彼が初めて体験した村の1日が記されている。6時に起床し、7時には大広間で朝食を食べる。そこから畑作業や草刈り、昼食を挟み、また作業の時間。17時から夕食、入浴を済ます。そして19時に眠りにつく。西尾と岩田が体験した村の1日と何ら変わりのない1日を彼も送っていた。全く一緒だ俺だと。確かに。めちゃくちゃうまい。煮物酒。俺だとほぼ変わんないものが出てますね。違う、酒は一緒だね、本当に多分。酒とかも。まあ俺だと全く同じような印象を抱いてますね。そうっすね。なんで太んのか。そうよね。なんか気持ちが一緒でなんで楽しいですね。1月22日、この日も特に変わり映えのしない村の日常を送る。未だ彼は怪しい行動や不審な点をつかめていない。1月23日、この日はあいにくの空模様のようだ。雨が降ると昨日までの作業とは違い、長老の部屋の掃除を任される。そこで彼はいくつか気になるものを発見する。子供用のおもちゃ、ドッグフード、玄関横の小物入れにはどこで使うかわからない鍵。その鍵は小物入れの一番下に収納されているらしい。そろそろ探りを入れてもいいと判断した彼は隣人に接触を試みた。しかし心を開いてもらえず避けられてしまった。1月24日、入村から5日目にして彼は長老の怪しげな行動を目撃する。作業の間に若者の部屋に入る長老。彼は若者に何をしていたか尋ねるが、若者は口を固く閉ざした。1月27日、今まで毎日つけられていた日記だが、一気に飛び3日後、ついに彼は若者が村にやってきた経緯を聞くことに成功する。名前は草野翔平。身長169センチ、体重58キロ、26歳。職業は不動産の営業を担当していた。不動産業界の営業マンはブラックという認識が一般的だが、この若者も例外ではなかったようだ。毎日ハードなノルマが設定される激務に加えて、
上司から理不尽な説教をされる日々、精神的に参ってしまったこの若者は、自殺をしに青木原宿屋へと足を運ぶことになる。首吊りに使えそうなロープを持ち、高低差を利用できる場所を探しに宿屋を進む。すると、開けた場所に出て、おばさんと長老に出迎えられた。このような経緯を持っていたため、簡単には心を開かなかったのにも納得がいく。1月28日、彼は若者から何やら怪しい置き手紙が部屋にあると報告を受ける。早く出て行けと書かれた置き手紙。彼は過去の動向から長老が犯人と断定。なぜ若者同士で争わせようとしているのか、目的はまだわからない。1月30日、この日の夜、彼は村で車を目撃する。その車と村の関係性がわかる情報は何もつかめていない。候補として食料や金、道具の運搬が挙げられるが、だとしたら対価として何を受け取っているのか。1月31日、彼はいつも通り朝食を食べに大広間へ向かう。しかしそこに若者の姿はなかった。皆さん、車みたいですよ。来てたよな。だから僕らがね、昨日聞いたあの音はそういうことだよね、やっぱ。だよね。まあちょっと俺らよりも進んだ話で、そうだね。1週間とか経って長老に不審な点がいくつかこう見つかったっていう感じ。なんかちょっとなんか露骨だけどね。まあちょっと疑ってかかりすぎてる感じもするよね。そうだね、ちょっとこれは長老がなんかその誇りを出したことにすごい歓喜してる感じとか、でも次からも日付書いてないね。本当だ。なんかなくなってますけどね。なんだこの間。ああ、なるほど。あの紙じゃない？これやってみる？これがほら20って書いてあるやん、ここ。これが多分この2020のさ、20が残ってんじゃん。の2月1日で多分これ。あ、2の 1？ 2月1日。すごいだね。その向きで入んじゃない？そうやって。この村が来るって。1、そう。でもこれ入るんだよね、絶対ね。だって次の日だもん。だってこれ絶対あれじゃん。門出の儀式だよ。決まったじゃん。うわ、気持ち悪い。じゃあってるやつだ。怖っ、マジで。でもマジで同じ体験してるやん。あ、じゃあこれあれ ?3 本。あ、そうだ。気持ち悪い、マジで。2月1日、若者が失踪した翌日、彼は不気味な儀式に参加させられる。焚き火を中心に3人で竹を持つ。そして異様なくらい笑顔な長老とおばさんに彼は戸惑う。日付不明。彼はある仮説を立てた。統制された村の日常は新人が逃げ出さないように監視することが目的。毎日決められた時間の食事は天候があり、従って昼の監視は2人いて夜の監視は1人として、夜の出入り口には見張りがいる。彼は早く元の生活に戻りたい一心でこの日を終える。日付不明。
どうにかこの村から抜け出せないものか。彼は監視の目をかいくぐり、村から脱出する方法を模索する。そこで見つけたのは、村をぐるりと囲んだ電気柵。2月8日、この村に新たな若者がやってくる。彼は快くその若者を受け入れた。ようこそ樹海村に。2月9日、彼は倉庫の中を覗き見る。真ん中には大きな柱、その近くには作業台のようなものが置いてある。隅にはガラクタが散乱しているように見える。まあ、辻褄は確かに合うんだけど、なんか時々おかしいこと言ってるなっていうのもあるよね。なんかまず昼の監視で、とあと夜の監視が一人、で夜明らかに誰もやる行ってないかったりとか、あと作業着に GPS がなんか仕込まれてるとか、でなんか柵が敷かれてるとか、まあでもね、これはね結構精神的にやられた人あるあるなんだけどね、こう何もかも周りで起きることが全部自分が何かされてるっていう思い込みだったりとかに陥ってるっていう可能性もあるよね、この文章の感じからすると。なんか黒と赤あんなと思ったけどさ、赤って最後に書き換えられたというか訂正されたもんなんじゃないの？これが日記を最初に書いてたんだけど、後からそれが違うってことが分かって、多分訂正していってんだよこの人。最初のページからほら失踪とか書き換えられてるの。本当だ。彼は今までの疑念が確信に変わったかのように赤いペンを走らせる。どう思います？日記全部見たと思うんですけど、ないもん。まあね、なんかその長老とおばさんだけだったら成立しないじゃん、こういうなんかそのまあ殺すとか。まあね、そこになんか処刑人とかいう人が出てるけども、それがはたまた本当なのかっていうのもあるし。マジでだって本気であの長老が、もうこれで本当だったら人信じらんなくなるぐらいになるけどね。本当にあの人がやるとは思えないけどね、俺は。まあ俺は正直作の話とか、
もう途中から、吉野さんも言ってたけど、もうちょっとおかしくなっちゃってるとは思う。まあだからちょっと妄想とか、幻聴幻覚系かなとも思うけど、にしてもちょっとずつ通じつまってる、俺らが見てきたものと。前の住人の顛末に言葉を失う二人。さっきまでの温かい村人と目の前の情緒乱れた文章。何が事実で何が嘘か判断がつかない現実の狭間で西尾は葛藤していた。素性のわからない僕らを何一つ疑うことなく受け入れてくれた長老やおばさん。特に長老には畑仕事を教わり、将棋を打ち、時には悩み事の相談をしたりと、西尾が全幅の信頼を寄せる相手だった。しかし、この3日間接してきた人たちとは思えない姿、正確には思いたくない姿がそこにはあった。その傍らで2人が抱いていたいくつかの違和感、その点と点が日記を通じて線となったことも確かだった。村の人数を聞いた時に言葉を詰まらせたおばさん。2日目の昼、なぜか聞こえた車の音、窓がベニヤで塞がれた不気味な倉庫。もし全てが前の住人の言う通りだとしたら、2人の身も安全ではない。帰りたいわもう。まあ確かに。もう俺倉庫見たいね。マジで。今自分の中では白黒はっきりしてなくて、それではっきりさせたのをカメラに収めて帰りたい。帰るとしてもなんか助け呼んだ方がいいんじゃない？助け呼ぶというか、一回逃げてさ、帰って、別に場所は分かってんだからさ。俺ら証拠何も掴んでないよ。だからまあそうだけど、マジ週刊誌のレベルでこの分かった。だからまあ一回倉庫を見ようよ。分かった。じゃあ明日はちょっとその作戦でいこう。そうだね。危険を冒してでも自分たちの手でこの村の真相に迫りたい、そう意気込む岩田に西尾はしぶしぶ承諾する。寝ます？じゃあ寝よう。寝ましょう。寝ますかじゃあ。一旦ちょっと明日になっていろいろとまた考え直します。そうだね。寝る前になんか嫌なもの見ちゃいましたけどね。もう全て明日ね判明して次の行動も決まるんで、まあ俺は全然信じてねえけどな。今日もようやく真相に迫る日じゃないですか。泉田君がまたほらね、ちょうど新人も来てくれたんで、聞きたいことだったらちゃんと聞く。定点カメラを設置したいな。昨日誰が使ったんだっけ？いないから倉庫をね見に行きたいんだよね。やばいマジで。マジで逃げた方がいいと思うよ。